昭和17年1942年11月14日、ソロモン海、敵駆逐艦4隻、そして新鋭戦艦2隻の敵艦隊に、駆逐艦綾波はたったの1隻で突撃を開始しました。砲撃された味方艦隊は敵弾に驚いたのか、どんどん逃げ出してしまった。それでこっちは単独で攻撃する羽目になったんです。語り出したのは、駆逐艦綾波艦長、佐久間秀親元海軍大佐でした。佐久間艦長は戦後行われたインタビューに明瞭に答え続けました。敵がこちらに気づきましたので、そこから一斉射撃したんです。距離は5000メートルくらいでした。砲弾が敵艦に命中すると、暗闇の中に真っ黒な煙の大きな塊がボコッと吹き上がった。ですがお返しもひどかった。気が気じゃありませんよ。艦橋の下は火の海で、魚雷が3本火で炙られているんですから。世界の海戦史でも類稀な活躍を果たすことになった駆逐艦綾波。今回の動画は駆逐艦綾波と佐久間艦長、そして乗員たちの戦いの記録を紹介いたします。時は遡り、昭和16年1941年12月8日、綾波の姿はイギリス領マレーシア近くのコタバル沖にありました。あの時は陸軍の部隊を乗せた輸送船団、綾波、四季波、磯波、浦波の4隻が護衛してコタバル沖まで行ったんです。そして12月8日0時を期して上陸作戦を展開したわけですが、ですからハワイ攻撃よりも時間的には早かったわけですが、なぜだかこの日は妙に波が高かった。昭和16年1941年12月8日、ハワイ作戦によって日米海戦の火蓋が切られるその日、我が駆逐艦綾波は第3水雷戦隊第19駆逐隊に所属し、マレー半島への陸軍上陸作戦を支援する任についていました。幸先が悪いことに陸軍の小型輸送艇、いわゆるダイハツがひっくり返ってしまった。私の艦が救助活動を始めましてね、随分助けました。船が陸兵でいっぱいになりましたよ。しかしここで綾波に最初の危機が迫ってきます。敵機、魚雷を持っている。見張り員が声を張り上げると、敵機は魚雷を投下。魚雷は綾波へと迫ります。航空魚雷、たかだか250メートルも走れば力尽きて沈んでいきますからね。見張り員の声と同時に舵を切って、走ってくる魚雷と平行になるように相関してやり過ごしましたので。回避運動を続ける綾波はさらに迫ってくる敵機に対して猛反撃を開始しました。しかし艦艇の中で開戦後最初に砲撃したのは綾波じゃないかと思いますよ。しかしいくら撃っても当たらんのですよ。飛行機というやつは結局次の魚雷もかわしたんですが、お互いなかなか当たらんもんです。コタバル方面のマレー上陸作戦は困難を伴うものでしたが、帝国陸軍上陸部隊は9日午前にはコタバル市に突入。この上陸作戦はその後、難攻不落とも呼ばれたシンガポール要塞の陥落へとつながっていくことになるのです。その10日後、綾波以下第19駆逐隊は敵潜水艦を捕捉すると、潜水艦が浮上している瞬間を捉え、単焦灯を照射。そして発砲を開始しようとしたその時でした。あろうことかオランダ軍の潜水艦は甲板に出ていた味方乗員をそのままに大慌てで潜航を開始してしまったのです。取り残されたオランダ兵は海面を苦しみながら泳いでいる始末でしたよ。この隙を逃さず綾波は両艦と共に潜水艦を砲撃すると、敵潜水艦を見事に撃沈することに成功します。オランダ側の記録では総員対艦の上に自沈したとあるものの、綾波は取り残され溺れていた乗員の救助活動を行い、味方艦と共に敵兵20名以上を捕虜としました。昭和17年1942年初頭、日本軍は破竹の進撃を続けるとともに南雲機動部隊も大活躍を続ける中、2月17日、綾波はシンガポールやスマトラ沖で活動中、海図にない暗礁にスクリューが触れて破損。従巡洋艦鳥海の護衛を伴いながら最前線からは一時退き、ベンガル湾機動作戦では補給部隊として参加することになりました。作戦後、綾波は内地に帰還しスクリューを修理した後、第19駆逐隊に復帰すると、すぐにミッドウェー攻略作戦に参加することになります。綾波に課せられた任務は大和、長門、陸奥連合艦隊直轄部隊の護衛であり、主力艦隊を構成する一隻として活躍も期待されましたが、
戦艦部隊と同様に全く戦局に寄与せず、日本側は空母4隻を失う大敗北を喫してしまいます。この手ひどい打撃により日本は戦争の主導権を失うと、アメリカ軍は守勢から攻勢に転換。同年、1942年8月7日、ソロモン諸島を構成するガタルカナル島に、アメリカ軍を中心とする連合軍が侵攻を開始。建設中だったルンガ飛行場の奪取に成功します。この飛行場は連合軍の手によって拡張され、ヘンダーソン飛行場とその名前を改めることになります。ここに戦争の天皇さんとも言われるソロモンの戦いが始まったのです。この時期、綾波は最前線に物資を送るべく輸送任務に従事していましたが、これは本来の日本駆逐艦の役割とは異なるものでした。そもそも駆逐艦とはどんな船なのでしょうか。駆逐艦は菊の御紋をいただいておらず、正しくは軍艦に分類されていません。そして戦艦のように敵の砲弾を防ぐような装甲もなければ、武装も本来は相応に貧しいものでした。また小型ゆえに外洋航海に適した船ではありませんでした。しかし徳型と呼ばれた駆逐艦であった綾波はこの常識を一変させた艦でした。例えば船体に注目すると、滑らかなフレアカーブの曲線が艦尾まで続いています。両派性の向上を狙った一つの例ですが、徳型駆逐艦は当時の軽巡洋艦を超える高い外洋航海能力を獲得するに至ったのです。そして洗練された強力な武装とその配置により、軍縮条約の制限対象となるほどの衝撃を世界に与えました。徳型駆逐艦はすでに竣工から年月が経ち、決して最新鋭の駆逐艦とは言えませんでしたが、特に艦隊同士の戦いならばその能力を遺憾なく発揮したことでしょう。しかしガタルカナル島をめぐる戦いでは低速な輸送船の沈没が相次ぎ、代わりに高い速力を持つ駆逐艦が輸送船の役割を果たすことになったのです。これはネズミ輸送とも言われましたが、駆逐艦では輸送できる物資に限りがある上に、制空権がない状態では徳型といえども苦戦を強いられることになってしまうのです。環境の天井をくり抜いてくれ。敵機の様子が見れなくてはどうしようもない。天井でありますか。佐久間艦長はそう告げると、対空戦闘中は艦橋に開けた穴から顔を出し、大声で指揮を続けたという逸話を残しています。これが功を奏してか、多くの友軍艦艇が傷つく中、綾波はほとんど無傷で任務を全うしていきます。一方、ガタルカナル島をめぐる戦いは激しさを増すばかりでした。日本側は第一次ソロモン海戦で敵巡洋艦部隊に大打撃を与えるも、ヘンダーソン飛行場の存在のため制空権の奪取にも至らず、味方輸送船団は大きな被害を出してしまいます。陸上での戦いも被害は増えるばかりで、戦いの主導権を覆すことはできませんでした。連合艦隊司令部は苦しい戦局を打開すべく戦艦金剛、春菜を中心とした艦隊を編成すると、ヘンダーソン飛行場への艦砲射撃を実施。この砲撃は成功し、飛行場に大きな被害を与えるとアメリカ軍の士気を一時的に減退させましたが、増設された第2飛行場の存在のため、制空権の奪取には至らず、劣勢を覆すことはできませんでした。ただ、米海軍も空母ワスプを失うと、サラトガが大破。さらに南太平洋海戦では空母ホーネットも喪失し、エンタープライズも撃破されるなど、手痛い打撃を立て続けに受け、その戦力にほころびが生じます。日本の空母部隊も著しい艦載機の消耗で戦力が低下していましたが、連合艦隊は戦艦をもう一度使って、ヘンダーソン飛行場に対してさらなる砲撃を画策することになります。本来海軍が担当すべきガダルカナル島で陸軍が苦労している。せめて海軍は艦砲射撃で援護しなければならない。いや、飛行場へのさらなる砲撃は柳の下の2匹目の土壌を狙うようなものだ。2回目はあまりにも危険だ。2回目の飛行場攻撃には反対意見が多かったものの、陸軍部隊は疲弊の極みにあり、艦艇の大きな犠牲を覚悟の上で作戦は決行されることになりました。ここにガタルカナル島をめぐる戦いを運命づけた第3次ソロモン海戦が開戦します。日本側は比叡と霧島をヘンダーソン飛行場砲撃の主力として出撃させましたが、11月13日に行われた第1夜戦では大混戦の中、悲運な形で戦艦比叡を自沈処分する結果を招いてしまいます。山本五十六連合艦隊司令長官は比叡を失いながらも
ヘンダーソン飛行場を艦砲射撃で破壊するという執念に燃えており、翌日の11月14日、近藤信武中将機下の艦隊が進出することになります。アメリカ側も戦力が低下している状況下であったものの、猛将ハル勢は参謀の反対を押し切って、新鋭戦艦ワシントン、サウスダコタを抽出、残存した駆逐艦4隻とを編成し、日本艦隊の迎撃に差し向けました。こうして両軍は再びソロモンの海で激突。第3次ソロモン海戦第2野戦の火蓋が切られることになるのです。この時、駆逐艦綾波は日本艦隊の主力部隊前方に位置し、サボ島付近を警戒しながら航行していました。夜空には月がなく、空は雲に覆われ、海上は闇に包まれていました。綾波は掃討隊ということで艦隊の先行に立ちましたが、敵を発見して後続の主力部隊に知らせるのが任務で、敵を掃討するという意味のものではありませんでした。ガタルカナル島の手前にサボ島という小さなお湾を伏せたような島がありますが、この島の手前で3番艦の私の綾波だけが部隊から離れて、サボ島を右から左回りに索敵する。他の艦は左から右回りに索敵し、島の向こう側で合流するという行動をとったわけです。掃討隊の後ろには前衛隊と称して軽巡洋艦長良以下4隻の駆逐艦がありましたが、これとの距離は15キロ離れていました。長良の後ろに少し離れて戦艦霧島の主力部隊がいるわけです。サボ島はちょうど饅頭のような丸い島で、高さが200メートルほどですかね。その島から1000メートルほど離れた沿岸をぐるっと回って向こう側に出ていったわけです。そしてガタルカナル島とサボ島の間の水路から綾波が顔を出すと、向こう側から浦波と四季波がやってくるのが見えました。仙台はずっと離れていたようで、私からは見えませんでしたね。戦士の記述によると、3隻は単獣陣を敷いて浦波、四季波、仙台の順番で進撃したと記録されていますが、視界などの都合からは仙台の姿は綾波からは確認できなかったようです。綾波と掃討隊がサボ島に到達した頃、ウィルスリー少将率いるアメリカ艦隊はすでにソロモン水道にあり、右に転打した後にサボ島南方の水道に差し掛かると、22時50分、ついに愛宕と霧島が敵兵2つを発見します。アメリカ艦隊も22時52分から少し経過した後に 16.5km 先に巡洋艦仙台の姿を捉えると、戦艦サウスタコダとワシントンは距離 10km の地点で浦波や仙台に主砲での射撃を開始しました。敵艦が星弾を撃って周囲を照らしつけると、浦波に対して砲撃が始まりました。私は直ちに戦艦霧島に敵駆逐艦の発見を報告しましたが、ところがその後ろにもっと大きいのがかすかに見えた。それを私は従順と判断しました。当時の偵察機からの情報では、アメリカ艦隊は巡洋艦と駆逐艦によって構成されていると報告されており、闇夜に包まれた当時の状況でこの判断は妥当と言えるものでした。砲撃された掃討部隊は直ちにくるりと反転すると、どんどん逃げ出してしまった。まあ退避していくわけですよ。それでこっちは単独で攻撃する羽目になったんです。仙台、浦波、四季波は敵重巡洋艦からの砲撃と認識し、形勢不利と判断、直ちに転打を開始します。アメリカ艦隊は敵巡洋艦の転覆を報告しますが、これは誤認であり、日本艦隊は無傷で一時交代に成功します。この交代命令は綾波にも発せられていたものの、不幸なことにサボ島によって電波が遮断。これにより綾波は交代命令を受け取ることはなく、たったの1隻で戦艦2隻、駆逐艦4隻の敵艦隊に対峙することになってしまうのです。そして綾波は速力を30ノットに引き上げ、反攻戦の形で突撃を開始。ここに戦士に名を残す綾波の戦いが始まったのです。主砲で敵艦に照準していると、ようやく敵もこちらに気がつきましたので、そこから一斉射撃したんです。距離は5000メートルくらいでした。綾波の放った砲弾は初弾から駆逐艦プレストンに命中、次弾も駆逐艦ウォークに命中し、両艦は深刻なダメージを被り、大火災を引き起こしてしまいます。
2隻の駆逐艦が火だるまになっていましたが、お返しがひどかった。こっちの前後左右にどかどか敵弾が落下して、水柱の中を突き進む形になりました。吹き上がる水柱を見る限り、大口径の砲弾こそ撃たれていませんでしたが、一発の砲弾が原則に直径1メートルほどの穴を開けてしまったんです。続いて第一煙突にも砲弾を受けてしまった。参りましたよ。内家庭のガソリンタンクがボンボン燃え出したんです。油が下に垂れて、環境の下が火の海になってしまった。これでこっちは敵に丸見えになったわけです。さらに困ったことに先頭の魚雷発射管が命中弾の破片を浴びて動かなくなってしまったんです。魚雷は装填されたままで、その下にガソリンが流れてきて火の海になっていましたが、気が気じゃありませんよ。魚雷が3本火で炙られているんですから、仕方がないので残りの2番3番の魚雷発射管から魚雷をぶっ放すことにしました。そして主砲もどんどん撃ちまくりました。魚雷が命中したのはまず駆逐艦ウォークの前部でした。これが弾薬庫に命中して大爆発を起こすと、2番砲塔が30メートルも空中に飛び上がり、艦は2つに折れて急速に沈んでゆきました。さらに爆雷が海中にこぼれ落ちると次々に水中爆発を起こし、凄惨な最後となってしまうのです。続いて2番艦ベンハムにも魚雷が命中箇所の艦首部は粉砕され行動不能に陥ります。ベンハムは応急措置も虚しく、後に力尽きて沈没してしまうのです。そうしたらね、痛快でしたよ。突然グーオーンという大音響が轟いて、暗闇の中に真っ黒な煙の大きな塊がボコッと吹き上がった。水雷長が当たったと大喜びでね、艦上では万歳の大歓喜でした。まさに強沈なんですよ。しかも2隻。さらに大火災を起こしていた駆逐艦プレストンは波間にその姿を消し、残された駆逐艦グウィンも機関室に命中弾を受けたのか、よろめきながら隊列から離れていきました。綾波の戦果には諸説あり、アメリカ側の資料では綾波からの魚雷攻撃の命中は報告されておらず、綾波の後方に位置していたナガラとその駆逐艦による魚雷攻撃だと報告されており、ナガラの戦闘記録でも同様な記述が見られます。しかし綾波の最後を見届けた浦波上院小池栄作大尉は、綾波は敵の鼻面を捕まえて魚雷を叩きつけるためにゼロ距離まで突っ込んだと著書で記述し、この距離なら演習よりも楽な、目標を手で捕まえて叩きつけた魚雷が当たらなかった方が不思議であろうと回想しています。さらにアメリカ軍駆逐艦ウォークの射撃指揮官スピアマン氏は海戦の様子をこう振り返っています。午後9時22分、我々は射撃を始めたが、敵艦との距離は非常に早く近づいてきた。いつ撃ち方を止めたかは覚えていないが、その時はゼロ距離だった。綾波1隻の中波を代償にアメリカ軍駆逐艦部隊は壊滅。しかし戦艦サウスダコタとワシントンは健在であり、突撃してくる綾波に猛攻を加えました。手負いの綾波でしたが、ひるまず攻撃を行います。するとサウスダコタは突如沈黙。主砲や副砲での射撃が不可能となってしまったのです。アメリカ側の戦闘記録によれば、電源の喪失は主砲の衝撃や人為的なミスが重なった結果だと報告されているものの、サウスダコタは後続の日本艦隊の猛攻撃にさらされ、上部構造物が大破するという打撃を被ることになるのです。この時綾波の被弾は私の感じでは5、6発の命中だったと思います。しかし2番砲塔に命中して砲が撃てなくなってしまいました。それから機関室にも2発被弾してしまい、前後に動くことができなくなってしまったんです。舵は動かなくなるし、機関は止まってしまうし、とうとう船も停止してしまった。随分命中弾を受けてしまいましたが、不幸中の幸いでみんな水線から上だったんで浸水はありませんでした。ただ上甲板は火の海で手のつけようがありませんでしたね。一番発射艦の魚雷が誘爆するのは時間の問題でしたので、私は総員退去を命じたんです。その前に完備に積んである爆雷は全て安全装置をつけて海中に投棄させました。
誘爆したらひとたまりもありませんからね。それから全員で海の中に飛び込んだんですよ。本来ならば絶好の標的となり得た綾波ですが、幸運なことに探知はされず、敵戦艦は後方の日本艦隊の攻撃に集中したため、綾波とその乗員たちの対艦作業中、敵弾にさらされることはありませんでした。何しろ敵艦をやっつけて喜びの方が大きくて、みんなウキウキしていましたからね。海の中に浮かぶものをどんどん放り込んで、それから飛び込んだんです。綾波が被弾して動きが取れなくなった頃、後続の長良隊が追いついて敵艦隊を攻撃したと言われていますが、来ませんでしたね。私は何度か後ろを見たんですが、結局味方は来ませんでしたよ。私からは海戦は綾波だけの戦いのように見えました。この後霧島が敵戦艦と撃ち合ったと聞きましたが、どうもまずかったようですね。ただ戦闘の後、アメリカ軍の捕虜から3隻の駆逐艦が沈んだことを聞いて、ますます気を良くしましたね。さらに1隻が大破したそうです。綾波1隻で敵の4隻をやっつけたというのは、日本海軍の歴史の中でも稀有のことだと思いますよ。佐久間艦長の証言は残された記録と一部で食い違いが見られるものの、まるで昨日の出来事かのように高揚しながら当時の様子を解像度高く語り続けました。しかし綾波が結露を切り開いた海戦の行方は思わぬ方向に進んでいました。戦艦サウスダコタに集中攻撃を仕掛けていた日本艦隊は戦艦ワシントンの接近に気づかず、戦艦霧島は敵主砲による痛撃を受けて大破。霧島はその後応急措置も虚しく、比叡の後を追うようにソロモンの海に没したのです。ヘンダーソン飛行場を破壊できる唯一の戦力として見なされていた霧島を失うことは、すなわち作戦の失敗を告げるものでした。ここに第3次ソロモン海戦の雌雄は決したのです。23時過ぎ、同じく掃討隊に所属していた浦波は綾波の捜索を必死の思いで続けていました。綾波の乗員はいないか。浦波乗員の悲痛な叫び声が虚しくこだまします。しかし耳を澄ますと暗い水面の一方から歌のようなものが聞こえてきました。いかに強風。この歌は史上初めて水雷艇が軍港に突入し、東洋一の堅艦と言われた北洋艦隊主力艦庭園を大破着底せしめた異界エイヤ州にちなむ勇ましい歌でした。綾波は激しい戦闘にもかかわらず乗員の8割以上が生還。これも奇跡の一つとして数えられています。そして浦波の救助活動が全て終わったその時でした。乗員たちの体感を見届けたかのように魚雷が誘爆。綾波は2度の爆発を経て急速に海へと沈んでいったのです。私は綾波に手を挙げて敬礼していた。甲板から砲塔から艦橋から愛別の思いを着せずにして綾波万歳という声が絶叫となってこだました。綾波が最後の炎を消した時、闇と静寂は再びソロモンの海を覆った。私は11月15日の日記に綾波沈没〇〇10に続いてもう一行悲しい文字を書かねばならなかった。水槽9